皆さんこんにちは、ともり新です。今日本人の2人に1人はがんにかかる時代だっていうふうに言われています。これってもうしょうがないことなのかなって思う方もいらっしゃると思うんですが、実はこのがんっていうものはもしかしたらコントロールできるんじゃないかというふうにも考えられています。というのもやっぱりしっかりと予防してしっかりと早期発見をする、この2つがあることによって怖い病気ではあるんですが死亡率を下げられるんじゃないかということが言われています。なので今日はですね、がんを予防する6つの習慣ということをお話ししていきたいと思いますので、気になる方は最後までご覧ください。今日お話しするがん予防の6つの習慣っていうのは、国立がん研究センターが日本人のがんの予防のためにまとめられたものになっています。国立がん研究センターでは日本全国10万人の患者さんから生活習慣の情報を集めたりとか、もともと持っている疾患を見たりとか、そういった日本人のデータを集めてどういうふうにすればがんが予防できるかっていうことをもうちゃんとねデータを取って研究してるっていうところになります。当たり前のことも多いんですが、一つ一つ見ていきたいと思います。まず1つ目2つ目は当たり前なんですが、禁煙禁酒になっています。タバコにはですね、いろいろな化学物質が入っています。タバコに含まれる発がん物質っていうのは70種類ぐらいもあるというふうに言われているんですね。なのでやっぱりタバコっていうのは様々な発がん性を帯びているというふうに思います。あと飲酒もそうなんですね。やっぱりお酒を飲むことによって、アセトアルデヒドという成分ができるんですが、このアセトアルデヒドっていうもの自体も発がん性があるというふうに言われています。昔はね、酒は長寿の薬みたいな感じで、適量だったらいいって言われていたんですけれども、今は1合ぐらいでもこのアセトアルデヒドが体に影響を与えるんじゃないかっていうところもあるので、飲む習慣がある方っていうのはがんのリスクが増えるっていうことに言われているので、あまり飲みすぎないようにするってことはすごく大事なことなんじゃないかなというふうに思います。次がですね、食習慣の見直しになります。これも当たり前かもしれないんですが、詳しく見ていくと、まずは減塩になります。減塩についてはいろいろな賛否もあると思うんですが、この10万人のデータを調べたところの科学的根拠に基づくと、やはり減塩っていうのはがんの予防にしっかりと寄与しているっていうことがわかります。特に減塩と関係があるって言われているのが胃がんになります。やはり昔ってやっぱり日本人で胃がんが多かったですよね。これってもちろん日本人にはヘリコバクターピロリという、胃がんを発症するような菌が多いっていうところもあるんですが、塩分が多すぎてしまうと胃の粘膜に炎症が起こってしまうということが言われています。胃の粘膜が炎症を起こすことによってピロリ菌の感染の持続力っていうのを高めていくっていうところがあるんですね。なのでピロリ菌が感染したとしても、それがずっとねあることによって胃がんを引き起こしてしまうというところがありますので、減塩っていうところはしっかりと心がけていった方がいいですし、もちろんがんだけじゃなくって塩分を取りすぎてしまうと血圧が上がってしまう。その血圧が上がることによって脳出血だったりとか、そういった血管系のトラブルも起こってきますので、塩分っていうのは取りすぎるっていうことは控えた方がいいと思います。続いて野菜と果物を積極的に摂るっていうのも食習慣の中で見直した方がいいと思います。皆さんちゃんとお野菜だったり果物を摂ってますか？実は野菜とか果物をしっかり摂る人っていうのは食道がんのリスクが低下するっていうことが分かっています。あと食道がんだけじゃなくて胃がんとか肺がんのリスクっていうのも下げてくれるっていうふうに言われてるんですね。なのでやっぱり当たり前ですけれども、野菜だったり片手分ぐらいの果物っていうのは食べた方がいいんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、一つのものだけにこだわって食べるというよりは、いろんなものを食べるっていうこの食習慣も大切っていうことが分かってるんですね。いろんなものをまんべんなく摂ることによっていろんな栄養素が取られる、もう当たり前のことなんですが、何か一つだけを食べていてがんを予防するっていうことはなかなか難しいので、まんべんなくしっかり摂るっていうことも大切です。食習慣というとちょっと外れるんですけれども、熱いものを熱いうちに飲むっていうのも実はがんのリスクを上げることになっています。どうしても熱いものが入ってしまうと食道だった
ったりとか、そういったところの粘膜に軽いやけどみたいなものが起こってがんを引き起こすっていうふうに言われているんですね。お酒も一緒です。度数が高いお酒を飲みながら熱いものを食べると、やっぱりこの食道に負荷がかかるというふうに言われているので、禁酒と絡めてですけれども、熱いものを熱いまま食べるっていうのはちょっと控えた方がいいかもしれません。続いては適正体重を維持するっていうところになります。実はがんっていうのは太りすぎてても痩せすぎててもどっちもダメっていうことが分かっているんですね。特に男性はがんの死亡リスクっていうのは肥満の人よりも痩せてる人の方がリスクが高くなります。肥満っていうのは食道がんとか膵臓がんとか、あとは大腸がん、乳がん、そういったがんをリスクを上げることになりますけれども、逆に痩せすぎていると胃がんだったり肺がんのリスクが高くなるというふうにも言われています。何でも適正って大事じゃないですか。なので BMI、 男性でいうと21から27、女性だと21から25ぐらいの BMI、 これが大体の適正になりますので、太りすぎてもダメだし痩せすぎてもダメっていうところなので、過度なダイエットもダメだし、やっぱり食べ過ぎもいけないので、何でも適正っていうことがすごく大事になってきます。運動習慣ということもなので大切になってきます。運動っていうのは週に1回よりも毎日こまめに動くっていう方がいいっていうふうにされています。1日15分でもいいので、ウォーキングをしたりとか階段の上り下りをするっていう方ががんの予防という意味では効果が高いみたいです。そして最後になるんですが、感染症の検査を受けるっていうところになります。がんと感染症何か関係あるのって思った方もいらっしゃると思うんですが、胃がんの原因であるヘリコバクターピロリっていうのもやっぱりヘリコバクターピロリ菌の感染ですよね。このようにやっぱりウイルスだったりそういったものが感染することによってがんを発症するっていう疾患って意外と多いんですよ。一番有名なのは肝がんですよね。やっぱり B 型肝炎、C 型肝炎、これは B 型肝炎ウイルス、C 型肝炎ウイルスに感染することによって肝がんを引き起こしてしまう。あとは女性でいうと HPV ですよね。ヒトパピローマウイルスというものが感染していることによって子宮頸がんを起こしやすくなってしまう。自分がこれに感染しているかどうかをチェックするっていうことはとても大事になってきます。感染しているかどうかっていうのは婦人科で調べることができます。調べて、もし万が一感染があるっていうことになると定期的に検査をしていくっていうことになりますので、早期発見っていうところには寄与するんじゃないかなというふうに思いますので、もししたことなければピロリ菌の検査も含めて一度していただいた方がいいんじゃないかなというふうには思います。まとめると、国立がん研究センターが日本人のためのがん予防法っていうのをまとめた結果は6つになります。禁酒、禁煙、食習慣の見直し、適正体重にする、運動習慣をつける、感染症の検査をする、この6つになっています。これらの生活習慣を見直すことで、男性のがんの 43.4%、女性のがんの 25.3% は予防できるんじゃないかっていうことが言われてるんですね。これってすごく大きいことだと思うんですよ。どれも当たり前のことなのかもしれないんですが、やはり2人に1人はがんにかかると言われているこの時代ですよ。しっかりと予防しながら、心配なことがあれば検査をして早期発見をする。これによってやっぱりこの増えているがんで死亡するっていうことを抑えられるんじゃないかなと思いますので、当たり前かもしれないですけど、改めてしっかりとみんなにお話できてよかったかなと思いますので、6つの習慣頭に入れておいてください。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。今日の内容良かったよという方はですね、グッドボタンを押していただいたり、こういった内容も取り上げてほしいよという方はですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。